最近パワーメーターを使う動画が多かったので、コメントにパワメの仕組みについての質問があることがありました。他の人が返信してくれてたので、アーシは特に何も答えてないんだけど、パワメの仕組みも結構面白いので、今回一つの動画にまとめてみることにしました。現在、パワーメーターは大きく分けてペダル型、クランク型、スパイダー型の3タイプが流通しています。この動画では全体に共通する仕組みをまず説明して、その後3タイプそれぞれの特徴を説明します。仕組みや構造から、各々の得意分野なんかがわかるので、もしかしたらパワメ選びの参考になるかもしれません。なお、アーシは固定ローラーの測定機能を除くとペダル型しか持ってないし使ったことありません。エアーク成分たっぷり。エアークでも仕組みの理解はできますからね。今回の動画はこういうメニューでお送りします。パワーとはっていう物理の説明から始めますので、そんなの知ってるって人は適宜飛ばしてくださいね。あと思ったよりすげえ学校の授業みたいな内容になったので覚悟してください。実は過去動画ですでにパワーの意味については解説してるんだけど、3分くらいでざっくり再解説します。大前提として、物理学上ではパワーと力は別の意味です。力は、まあ力なんだけど、何その説明。基本的な概念の説明は一番難しいんだよ。パワーは、ある物体に力を加えてある速度で移動させたとき、その力と速度を掛け算して求められます。例えば 10kg 分の重力、力の単位にすると98ニュートンに逆らって、毎秒1メートルの速度で重りを引き上げるのに必要なパワーが98ワットです。と言っても、この説明はあんまり直感的じゃなくて、何を意味しているか理解しにくいと思います。この場合、人間は毎秒98ジュールのエネルギーを重りに投入しています。つまり、パワーは時間あたりに投入したエネルギーの大きさ、あるいはエネルギーの流れと考えることもできます。こっちの方が理解しやすいかもしれませんね。このエネルギーの流れ、パワーを直接測るのはなかなか難しいです。限定的な条件下でしかできません。少なくとも実走状態の自転車では直接測れません。なので、力と速度を別々に測って、そっから計算することになります。この力と速度はどの段階で測ってもいいので、クランク部に着目した場合にどのように計算するのか見てみましょう。人間はペダルに力を加えて、クランクを回転させますね。パワーは力かける速度なので、ペダルに加えた力に、ペダルの移動速度をかければ OK です。ペダルの速度はクランクの回転速度、つまりケイデンスとクランクの長さから求められます。例えばケイデンス90でクランクの長さが 170mm の場合を求めてみましょう。クランク長 170mm なら、ペダルが移動する軌道の直径は2倍の 0.34m。これに円周率 3.14 をかけて、ペダルはクランク1周あたり 1.07m 移動することになります。速度は秒速メートルにしたいので、ケイデンス90を60で割って毎秒 1.5 回転。1.07 メートルを毎秒 1.5 回だから、ペダルの移動速度は毎秒 1.60 メートル。この時、ペダルに 10kg 分の力、つまり98ニュートンをかけてたとすると、98×1.6 で157ワットのパワーになるってわけ。もちろん実際の走行では、一定の力を360度かけ続けることはできませんし、両足分あります。これはあくまで単純化した例です。あと、大事な注意点として、この時、計算に使う力の向きは移動方向と一致してなければいけません。この場合は、クランクと直角方向でなくてはいけませんね。方向がずれている時は、というか基本的にずれてるはずなんですが、正しい方向のみの成分がパワーに貢献します。例えば30度ずれていれば、87% の大きさになります。なお、長くなるから掘り下げないけど、力の有効成分が 87% だとしても、13% 分のエネルギーが無駄になっているという意味にはなりません。ご注意ください。
まあこんな感じに求めることができるんですが、パワーメーターは要するにこの処理をリアルタイムで行う装置です。ちなみにこのパワーの式はトルク×角速度の式に変形することができます。意味は全く同じですが、トルクという言葉はいろいろな誤解の温床になっているので、あまり使わないことにしています。さて、パワーの算出には力の測定が必要ですが、この力の測定はほとんどのパワメで共通のメカニズムを使っているので、先に説明します。力の測定には歪みゲージというものを使っています。聞いたことがない人も多いと思いますが、デジタル体重計やキッチンスケールの中身のことです。歪みゲージは単体ではこんな感じの金属が通ったペライフィルムです。通常はこのペライ歪みゲージを金属ブロックの表面に貼り付けて使います。イラストは歪みゲージメーカーの京和さんの歪みゲージ入門というページから引用させていただいています。金属ブロックが力を受けて変形すると、歪みゲージも一緒に変形します。歪みゲージは伸びると電気抵抗が大きくなり、縮むと電気抵抗が小さくなるので、それで金属の変形具合がわかります。なんで伸びると電気抵抗が増えるのかっていうと、太くて短いホースより細くて長いホースは水が流れにくいよねってイメージでいいです。通常、金属の変形量と受けた力は比例します。なので、歪みゲージの抵抗変化から金属が受けている力を求めることができるんです。実際は、例えばこのイラストの場合だと、曲げの力を受けても引っ張りの力を受けても歪みゲージは同じように伸び縮みするので、曲げと引っ張りの区別がつきません。なので、複数の歪みゲージを配置してうまく判別できるように工夫します。例えばこの場合、金属の裏側にも貼れば、お互いの関係から曲げと引っ張りを判別できますね。他にも微小な抵抗変化を増幅する工夫とか、温度変化による抵抗変化を打ち消す工夫とかいろいろあるけど、これ以上はまあ一緒。電気苦手だからボロが出るし。クランクアーム型、ペダル型、スパイダー型って区別はこの歪みゲージをどこに仕込んでいるかの違いです。ペダル型からより具体的な構造と仕組みを説明します。ファベロの足オーマー、プロを題材にしましょう。あなたが使ってるから。違うよ。一番わかりやすいからだよ。アッシオーマ、プロはペダルの軸の内部に歪みゲージが配置されていて、軸の変形からどの方向にどれくらいの力がかかっているかを測定します。12ミリそこらのシャフト内に全て収まってるのは恐怖すら感じる。そうだね。この形式は足で踏んでいる力をダイレクトに測るので、力の測定に関しては最も精度よく行える仕組みかと思います。ただ問題になるのは、これだけではペダルが今、どこにどれくらいのスピードでいるのか全くわからないってことです。なので、内部にはジャイロなどの姿勢センサーが仕込まれていて、クランクの向きやケイデンスを検出できるようになっています。ケイデンスが分かったら、あとはあらかじめ入力されているクランク帳を使って速度を出して、パワーを算出するって流れかと思います。結構難しくて誤差が出そうですが、まあなんかうまくやってるらしくて、このパワメの精度は高渉でプラマイ 1% とされています。第三者の検証でも、例えば有名なパワーメーターレビュアーの DC、レインメーカーさんは固定ローラーや多形式パワーメーターとの複合的な比較で全体的に良好と評価しています。この人はすごく緻密な比較をするレビュアーなんだけど、それでもパワーの本当の大きさはわからないので、精度が〇〇%だったとは断言しないんですね。でもデータを見る限り交渉値に近い精度を満たしている可能性は高そうで、その信頼性から最近のパワメ関係の検証ではこのモデルをベンチマークとしている人が多いです。ペダル型は多形式と干渉しないし、車体に対する縛りも緩いから検証に使いやすいって事情もあると思うわ。レビューは簡単に引用できるボリュームじゃないので、詳細は概要のリンクから見てくださいね。ただ、いくらセンサーの精度が良くても、先日足が身をもって学んだ通り、片足型だと最終的にお話にならない精度にしかならないのでおすすめしかねます。
他の利点は足がそうしているようにバイク間の移設が非常に簡単なこと。あとは同構造で左右独立しているので左右比較がしやすいことでしょうか。弱点はサイズの制約がきついので設計が難しそうなこと。限られた形式のビンディングペダルしか対応していないこと。どうしても純粋なペダルより厚みや幅が出やすいことなので、ペダルにこだわりの強い人は選びにくいかもしれませんね。あとは外部に最も突出しているので破損リスクが高いかもしれません。次にクランクアーム型。ペダルに力をかけるとクランクアームがわずかに歪むので、その変形を検出できるように歪みゲージを配置します。既存のクランクアームに後付けするタイプが多いですが、一部にパワメを内蔵した専用クランクもあります。これは本質的にはペダル型と大差ないように感じますが、クランクアームはペダル軸より複合的な変形をし、複雑な左右別形状なので測定の難易度が高いはずです。そのせいか、あるいはクランクアーム型とか関係なく速度の測定とか計算処理に問題があるのか、特定の製品は精度に関する酷評もあります。このタイプのメリットは自分が使っているクランクに後付けなら比較的低コストかつバイクの構成にほとんど影響しないこと。ペダル型よりかはスペースに余裕があり、外部からの衝撃を受けにくい場所につけられることでしょうか。弱点は精度的にやや怪しいモデルが存在することと、後付けの場合はフレームと干渉する可能性があること。あとは規格の縛りやバイク間の移設がきついことでしょうか。この形式も片足型がありますが、片足ペダル型同様に精度は期待できないでしょうね。次にスパイダー型。最後の紹介になるけど、実はこの形式が車載用パワメの始祖で、個人的には最も優れた構造かと思います。この形式は歪みゲージがクランクのスピンドル、つまり中央の軸とチェーンリングの間に配置されています。人間が与えた動力はペダル、クランクアーム、スピンドル、パワメ付きスパイダー、チェーンリングと伝達されていくわけです。この形式の何が良いかって、スピンドルからスパイダーには何をどうやっても回転しか伝わらないから、さっきまで言ってた力の有効成分がどうのこうのとかアームのねじれがどうとかを気にしなくていいところかと思います。だから誤差の要因が減って総合的な精度を高くしやすい構造かと思います。特に先ほどの SRM 社のパワーメーターは業界で最も良いと言われているようです。スペース的にも無理がなく、とても合理的で美しい構造ですね。褒めるが使ってはいない。SRM 社のものは非常に高価ですが、設計の自由度は高く、その気になればコストも低くできる方式かと思います。最近、この方式の安価な製品が出回っていることからも、それが伺えます。この方式の弱点は、多くの場合クランクごと交換になることでしょうか。スパイダー交換だけで済むクランクを使ってたらラッキーかと思います。あとは左右のパワーが合流した後に測っているので、左右バランスを直接測定できません。一応、例えば右足が前にあるときは、右足がパワーを出しているはずだ、みたいな推定をするそうですが、これ、そんなに正確に出せるはずないですよね。まあ先日もちょっと調べたけど、左右バランスが見れても現状じゃ正解が不明だから、別に見れなくてもいいと思います。見ない方がいいって考え方すらある。左右バランスに限らず、パワメだと色々な指標が見れるけど、実際のところ見れるようにしたけど、我々にも意味はよくわからんって感じのが多そうです。例えばこれはガーミン公式のパワーフェーズという指標について説明している動画だけど、動画の結論が見れると努力するモチベーションになりますです。この今後に期待しましょう。で、結局おすすめの形式は1機種しか使ってないアークたっぷりだし、競技ガチ勢じゃないから何かをおすすめするような立場じゃありません。でもざっと見て回った感じでは、最近の有名メーカーのモデルのほとんどは実用上問題になるような精度不足はなさそうに見えます。明らかに評判の悪いモデルを避ければ、あとは自分の自転車への組み込みやすさとか
予算とかで選べばいいんじゃないでしょうか。あ、片足型は精度に期待できませんけどね。すっかり片足アンチになってる。終わり。